Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのは最もコンパクトなモデルで4世代目となった新型 BMW1 シリーズです。2004年のデビューから2011年登場の2代目モデルまでは後輪駆動を貫いてきた1シリーズ。2019年に登場した先代モデルから駆動方式を前輪駆動へと変更し、今回の新型も FF を採用しているんですけれども、果たして BMW らしい駆け抜ける喜びは健在なのか、しっかりとチェックをしていきます。前輪駆動ベースとなって前席も後席も居住性が大幅に向上するなど FF 化の恩恵を受けた1シリーズ。今回の新型はどのような進化を果たしたのか、 FF 化されてもなお BMW の味は残っているのか楽しみです。それではポイントを詳しく見ていきましょう。初代モデルの登場から20周年という節目の年を迎えて4世代目となった新型 BMW1 シリーズ。ボディサイズはエントリーモデルの120で全長 4370mm、 全幅 1800mm、 全高 1465mm と先代に対してほぼ同一ながら、フロントエンドが低くなりスポーティーなキャラクターを一層強調しています。インテリアはメーターパネルとセンターディスプレイを一体とした BMW カーブドディスプレイを採用するとともに、シフトレバーを廃止し操作系のスイッチ類をセンターコンソールに集約するなどモダンな作りとなっています。パワートレーンはシステム最高出力170馬力のマイルドハイブリッド付き 1.5 リッター直列3気筒ガソリンエンジンと、最高出力が300馬力を誇る2リッター直列4気筒ガソリンエンジンの2つ。トランスミッションはともに7速の DCT となっています。新型 BMW1 シリーズの価格帯はご覧の通りとなっています。日本の環境でも親しまれてきた1シリーズですから、日常からレジャーまでどう使えるのか気になりますよね。そうですね。はい、というわけでこの後いよいよ試乗に行ってきます。今回はハイラインパッケージや18インチホイールなどのオプションを装着した120を高速道路とワインディングで試します。4代目へ進化した新型 BMW1 シリーズ。今回はエントリーグレードの120に岡崎五郎が試乗します。Engine for the Life。 はい、今日は新型 BMW1 シリーズに試乗しています。まずは外観なんですけれども、先代と比べるとより伸びやかに、そしてよりモダンになったなという印象を僕は持っています。インテリアなんですが、これ相当モダンになりましたね。カーブドディスプレイといって細長い横長の液晶パネルがいい感じで配置されています。あとこれハイラインパッケージがついているので、このシートなんかもすごく上質感あるような、そういうものが行られています。面白いなと思ったのが、ここにちょっとスリットが入ってるんですよ。でこれセンターのところにも入ってるんですけれども、ただちょっとね気になったのが、このモードを切り替えるときにまず下を見て、並んでるボタンの中からマイモードというのを選んで、でさらにタッチパネルで選ばなきゃいけないという、できればこうやって走行中に選ぶようなスイッチは、こういうところに置いてくれたらいいなと、ドライバーの動きとかね、要望というのを反映してほしいなとは思います。
プラットフォーム的には先代からのキャリーオーバーなんですが、当然いろんなところに手は入っています。その中で一番大きいのが、マイルドハイブリッドになったということです。1.5 リッターの3気筒ターボに20馬力のモーターをつけることによって当然燃費を稼ぎます。と同時にアクセルを踏んだ瞬間のエンジンよりも早くモーターが反応するので、エンジンがぐーっと力を出すまでの間の溝をモーターがうまく埋めてくれてますよね。で足回りの方も今日乗ってるのがオプションの18インチタイヤを履いているんですが、いやこれね、乗り心地乗り味すごくいいですね。路面のジョイントをドンドンと乗り上げてるんですけれども、突き上げらしい突き上げは全くないです。僕が予想していた以上にこの乗り心地はいいですね。さあワインディングに入ってきました。こういうところに持ってきてもこの新型1シリーズが基本的に持っているシャシー性能ですよね。足がしなやかに動いて路面をしっかりと捉えてくれるというものがステアリングを通してドライバーに伝わってくるので、今ちょっとね湿った路面なんかあるような状態なんですが、もう基本的にすごく安心感が高いです。あとはコーナーでの立ち振る舞いなんですが、まずこのステアリングの切り始めのところがめちゃくちゃ正確で、これだともう入り口でなんかハンドルを切りすぎたりとか切る量が足りなくて切りましたりという、そういう余計な操作はほとんど必要ないですよね。いやしかしこのエンジン低回転域でトルクを使って走ってる時もいいんですが、こうやってエンジンの回転数を上げ気味にして走ってもいいですね。これ FF ベースになって2代目になるんですが、 FF、FR とか、そういうことを抜きにして何がこれいいのかっていうと、サスペンションストロークがすごくたっぷり取ってあって、そのたっぷりとしたサスペンションのストロークをきれいに使いこなしている、このあたり豊かな物理量をうまく使っていい乗り味を作り上げていくというのはもう昔から変わらない BMW の車作りの本質なんですよね。でそれがこの1シリーズちゃんとできていると、感じますね。エンジンにしてもサスペンションにしても、もちろんボディの構成にしろ、しっかりとベースを作って、その上で BMW らしい味付けを施していくっていうのは、もう今も昔も変わらぬ BMW 流の車作りの本質だと思うんですね。でそういう意味でこの1シリーズは BMW にとってはエントリーモデルなんですけれども、そういった BMW らしさが色濃く反映されているモデルだと試乗して感じました。はい、それでは燃費の報告です。今回市場でおよそ400キロ走ってリッターあたり 14.2 キロ、これ新しい3気筒のエンジン、そしてマイルドハイブリッドの効果、すごくねこの燃費にも表れていると思います。ともちゃん乗ってみてどうでした？はい、なんかドイツ車というと堅苦しさを感じる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そんなこと全然なくて、すごくスムーズで素直に車が動いてくれる感覚は走りが好きな人も不慣れな人も安心して乗れるんじゃないかと思います。確かにすごく快適で、肩から力が抜けた走りも味わえるっていう意味では新しい世代のドイツ車感っていうのはあるかもしれないね。こなれましたね。ですね。はい、ということで今回はインポーターの方にスタジオにお越しいただきました。 BMW 株式会社のケビン・プリボさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回1シリーズ、まずはネーミングから聞いていきたいんですけれども、僕の世代だと 120i って言いたくなっちゃうんだけど、i が抜けたじゃないですか。これはなんか狙いというか意味はどんなところにありますか？そうなんです。この新型の BMW1 シリーズ以降に登場するモデルから、このガソリンモデルから i がなくなって、実は電気専用になるんですね。これまではi はインジェクションを意味して50年近くどのモデルにもついてきたんですけども、今は iX1 だったり i5 だったり、そういった電気自動車と両方という時代がこの10年続いてきて、今後はi は電気に、そしてガソリンはこのない120
135という名前になります。まあ、今更ねキャブレターの車ないんでインジェクションって言わなくてもいいんだっていうのもね、多分あると思うんですけどね。であと今回デザイン的には非常に僕はアイキャッチな部分ってあると思うんですけど、ポイントになるのはどこですか？一番のポイントはフロントのグリルを見ていただくと、はい、斜めのラインが今回初めてグリルに結構目立つよねあれ。そうなんです、特にこのエントリーモデルになりますとこのシルバーのラインが入っていて強調されているんですけども、実は外だけじゃなくて中、例えばワイヤレス充電のトレイだったりとかいろんなところにこの斜めの要素が入っていて、これは今後登場してくる今コンセプトカーでビジョンノイエクラセというものを発表しているんですけども、新世代の電気自動車にこの斜めのデザインが入ってきて、ここへの移り変わり、そしてこれと並走していくというデザインの統一性で斜めのデザインが入っている。なるほど。23年のねジャパンモビリティショーでもねあれ、はい、展示をさせていただきました。あれ確かにだからもう新しい未来の BMW と今の BMW をつなぐっていう意味でも斜めのラインって、ね、意味があるんですよね。そうなんです。実は深い意味があるんです。はい、でインテリアなんかもねカーブドディスプレイついてきて、すごいモダンになったなと思うんですけど、あとこれ今回色が相当数用意されてるそうですね。そうなんです。カタログカラーで12色外装色を用意しておりまして、あと、BMW インディビジュアルペイントをご利用いただくと130色以上ありますし、内装は、7色ご用意をしているので、本当に皆様に楽しんでいただきながら、この駆け抜ける喜びは、走りだけではなくこの人生を駆け抜けていただきたいという意味もありまして、この車を自分の好きな好みのデザインに合わせて作っていただいて、毎日をちょっと彩っていただければなと思って、選択肢の多さっていうのは一つプレミアムブランドの僕は大きな条件だと思うので、すごくねそれはね嬉しいですね。頑張って設定しております。ここで1シリーズのユーティリティチェックです。今回は試乗した BMW120 で試しました。まずは後席への乗り込みです。ハッチバックスタイルですが背が低めのモデルということでドアを開けていきましょう。結構ここの開口部広いですよね。で乗り込む時なんですが、足元自体は少し垣根があるもののこの部分が広いので乗り降りはしやすい印象がありました。で後席周り見てみましょう。身長162センチの私で膝前が意外に広いんですよ。げんこつ 3.5 個、そして頭上もしっかりスペースが取られていて、この状態で2つ入りました。さらにアームレストがついていて引き出すとドリンクホルダーついていますね。足元も快適装備充実させていてエアコンの吹き出し口、さらに USB のタイプ C が2つありました。ラゲッジスペースです。キーを携帯している状態であればこのような動作でテールゲート電動で開閉することができます。開口部自体はこれぐらいのスペースで少し垣根はあるものの幅と奥行きはかなり実用的に使えるスペースがあります。さらに床下に関してはこの手前側のところが蓋が開くようになっていて、ちょっとした洗車道具なんか入れておくことができそうですね。さらに後席3分割式で、両側に大人が座った状態で真ん中だけ倒して長尺物なんかも載せられます。ボディサイズの拡大を最小限に抑えながら室内広いじゃない。結構やっぱり FF のいいところっていうのはすごく今回パッケージングにも生かしてますよね。そうですね。FFで BMW が販売されるようになってから10年経つんですけど、この10年間そして民で培ってきたこれらの技術を全部ギュッと凝縮をして、先代からのキャリーオーバーの部分もあるんですけれども、そこを大幅にアップデートをして全く新しい車になっていると思います。僕は結構 FF でも FR でもどっちでもいいや派なんですよ。でも走りが結果的に気持ちよければいいやと思うんですけど、今回の新型1シリーズの走りは相当いいですね。これ具体的にはプラットフォームをキャリーオーバーしつつどんなところを先代と変えてきてるんですか？本当にパッと見るとわからないところいろんなフロントアクセルの部分であったりとか、例えばアライメントも取り直しておりますし、もうすべて設計を一から見直して、プラットフォームを利用しながらもこの特にやっぱり BMW のイメージある FR らしさというところをすごく意識して今回作って、そうですね。確かに走ってるとなんかもう前輪だけは頑張ってるっていう感じがなくて、四輪でうまく走らせてるっていうねバランスの良さがあったし、何より今回乗り心地とか静粛性とかエンジンも含めてその快適性みたいなところっていうの相当レベルが上がったなと思うんですけど、これやっぱり狙いとしてもそういうところっていうのはあったんですかね？やはりプレミアムブランドでありますので、この走りの良さ、そこ
の純粋なこのハンドリングっていうところだけではなく、例えばおっしゃっていただいた静粛性であったり快適性であったりっていうこのお客様が移動される時のこの全てを快適にするためにどうしたらいいのかというポイントで作って、あとはやっぱり走り系では今回ねアシスタントが相当これ充実してきましたね。そうなんです。ここももう一つ大きなポイントで、今 BMW がご提供させていただけるアシスタント系の機能をすべてもう、この1シリーズでご用意していると言っても過言ではないぐらいでして、例えばハンズオフオプションにはなりますけれども、高速道路で手放し運転が可能なハンズオフアシストであったりとか、あとは車外から携帯電話を使って車を前後に駐車の時に操作するであったりとか、今までこの5シリーズだったり7シリーズだったり上位モデルにのみあった機能を全部この1シリーズにエントリーからご提供させていただくというところで、このアシスタント系の機能で車を選ぶのではなく、お客様のライフスタイルであったりそういった車の使い方に合わせて選んでいただきたいという意味もすごく込められて、なるほどなるほど。はい、ケミさん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後は評価です。 Engine for the life. はい、ここで BMW1 シリーズの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。もうこれクラストップレベルの走りの質感です。このクラスというとメルセデス・ベンツの A クラスとかレクサスの LBX とか、あるいはゴルフの上級モデルとかいろいろあると思うんですけれども、僕はやはりこれ出たてのモデルということももちろんあるんですけれども、走らせてみてもうハンドリングも静粛性も、乗り心地ももうそういった面で、クラストップレベルと書きましたけど、クラストップになっていると言ってもいいと思います。そのあたりはさすが BMW だなと感じました。×はですね、これドイツ車的ではないスイッチ類の配置です。昔からドイツ車というのはやはりアウトバーンで超高速走行するためには、ドライバーの視線をできるだけ下に落とさないで、操作ができるようなものをやってきたんですけれども、今回上に映ってるイルミのスイッチを一番いいところに置いちゃったもんで、スイッチが下の方に行っちゃったんですね。そこで下を向かないと操作できないようなロジックができてきちゃってる。ここはねちょっとドイツ車らしからぬ部分なのかなと思いました。はい、私は丸なポイント、これは BMW にふさわしい走りと心地よさです。やっぱり FF 化されたモデルって通常であればフロントタイヤに負荷がかかりやすいものであるし、でも実際この車に乗ってみるとハンドリングもすごく素直でまるで FR みたいにバランスがいいですし、本当に車と意思を交わして走る喜びと、あと同乗者としての心地よさを与えてくれる、日常からロングドライブまでストレスなく向き合える車に仕上がっている。さらにハンズオフをはじめとする先進の運転支援機能、これが選べるというのは小ぶりなサイズで質のいい走りのいい車に乗りたい方におすすめだなと思いました。そしてバッテン、これはディスプレイが直感的に操作しづらい、五郎さん言っていた、走行モードの切り替えも含めて、やっぱりパッと分かりやすく一瞬で操作できるものであってほしいなというのも私も同意見でした。はい、ということで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life. さあ今回は BMW1 シリーズを取り上げましたが、ケビンさん、今回は3気筒の、ベーシックな方を載せてもらったんですけれども、より高性能なモデル135、ハイパフォーマンスモデルの M135X ドライブという、こちらは4駆のモデルになっておりまして、BMW M 社の技術をすべて入れたパフォーマンスモデル、サーキットなんかも走れるようなものもご用意をしております。サーキットもいけちゃう感じですか？いけちゃうと思います。ちょっと乗ってみたいね。気になりますね。いやなんか1シリーズってやはりエントリーモデルなんだけど、そこら辺は単なるエントリーモデル終わらずに、BMW だからもう走りの方に振るやつも作ろうみたいな、やっぱそこが BMW の魅力でもありますよね。そうですね。やはりこの電動化に行く中、社会として行く中でもこのピュアガソリンの楽しさというものもブランドとして非常に大事にしておりますね。ここは本当に人一倍誰よりも力を入れてドイツのエンジニアが使っていると思います。なるほどね。であとは1シリーズ BMW のエントリーモデルということで価格も400万円台に抑えています、っていうなると興味があるのが、どういう人がこの1シリーズって買いに来るのかなっていうところなんですけど、どうですか？
そうですね、初めての輸入車という方が非常に多いですね。これまで国産車に乗られていて輸入車にステップアップ、あるいはもうすでに BMW にお乗りで2台目のお車としてという方もいらっしゃいますね。なるほどね。なんかともちゃん的にはこれどうだった？はい、先代の1シリーズから FF 化された中ですごく走りがこなれてものすごくBMW らしさを手にしているっていうのがすごく嬉しいし、やっぱり FF って実用的なので幅広いシーンの例えば積載性の良さとか、居住空間の広さ、答えてくれるんじゃないかって思うんですよね。確かにそういう意味じゃかなり欲張りなモデルという言い方もできちゃうよね。まさにその通りですね。そこにはね、根底には BMW らしい駆け抜ける喜びがしっかりとあるよという、そんなコンパクトカーでした。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the life.